はい、皆さん、こんにちは。モノルです。はい、今回はですね、こちらのロゴにある通り、バトルビーバーのマグネトメックスっていうね、TMR スティックをレビューしていきたいと思います。はい、1台はこちらのデュアルセンスのカスタムコントローラーになります。私が Apex で使用するためにカスタムしたコントローラーになっていて、カスタム内容とかね、後で、ご紹介したいと思います。で、もう1台はこちら、デュアルセンスエッジ用のこちらの、スティックモジュールですね。マグネトメックスに換装されたスティックモジュールっていうのがバトルビーバーから発売されているのでですね、そちらを購入して取り付けてみました。この2台ですね、使ってみて実際の操作感とかですね、スティックの感度について、またリニア感についてですね、解説していきたいと思います。そしたら見ていきましょう。はい、まずね、このバトルビーバーカスタムのデュアルセンスカスタムコントローラーなんですけども、どんな、カスタマイズをしたかっていうのをちょっと見ていきたいんですが、すごくシンプルな構成にしてます。PlayStation 5の方からですね、クイックピックコントローラーズっていうところで、見ていってですね、このプロピックっていうやつですね、こちらにするとですね、スマートトリガーとスマートバンパーなんで、L1、L2 と R1、R2 ですね、ここが、マイクロスイッチボタンになるので、これを入れてます。で、あとリアのボタンですね、ここに背面ボタンがつくっていうことで、この2つをね、入れたかったので、このプロピックっていう方にしてますね。こちらで、なおかつですね、この色はね、なんとなくですね、白だと汚れ目立つし、真っ黒もなんかなと思ってね、このグレーカモっていう色味にしてみました。そうですね、実物はもうちょっと鮮やかめなカモフラージュ色かなって感じですね。で、このね、サウンスティックメカニズムっていうところをマグネットメックっていう風にします。ケースはノーで、振動除去ですね。こういう構成にして購入しました。これでですね、いくらかな。はい、これで35,500円っていうことですね。クーポンとかね、探せば、あるかもしれないんで、もうちょっと安くは手に入るかもしれないですね。まあこれ、提供とかなんでもないんで、自腹でちょっと今回はね、TMR の使い方っていうのを見たかったので、今回自腹で購入してます。もう一個ですね、デュアルセンスエッジの方の、モジュールはここにありますね。デュアルセンスエッジモジュールズっていうところから。で、現在もうちょっと売り切れちゃってるんですけど、一応こちらにですね、TMR スティックっていうのがあります。6100円で1個手に入るっていうことですね。なんで今回ですね、こちら2個購入しているので、12,200円と35,500円ですね。なんで、いくらですか？ 47,700 円ですかね。5万円弱ぐらいかかってるということで、結構な金額がかかってしまったっていうことになります。なんでね、結構使えるコントローラーじゃなきゃ、特にこっち側のカスタムコンについてはね、できればね、メインコントローラーにできるぐらいのスティックであってほしいなっていう風に思って購入しました。逆に言ったらですね、この価格出してメインにもなれないようなコントローラーだったら最悪っていうところで、そしたらね、本当に酷評してやろうかなっていう風な気分だったんですが、実際どうだったかっていうところをスティックの方を中心に見ていきましょう。まずはこちらのカスタムコンの方からですね、軽く本体の方を見ていきたいと思います。通常のデュアルセンスとほとんど同じです。で、スマートトリガーとスマートバンパーということで L1、R1、L2、R2 はマイクロスイッチボタンにちゃんとなってますね。ストロークはこんなんです。もう押してるか押してないかちょっとわからないぐらいのストロークだと思いますね。この辺りはですね、ボイドさんのカスタムコントローラーに近いですね。相当このストロークっていうのは短くて、かなり素晴らしい、トリガーになっているので、これはですね、FPS ゲームに相当いいと思います。ABXI ボタン、十字キーですね。この辺りはね、プロピックなんで、全く変わってないです。通常のメンブレンですね。スタートセレクトとかタッチパネルとかも特に変化はないですね。で、スティックの触った感じですね。特にですね、TMR だからといって、テンションの感じっていうのは変わらないですが、やや柔らかく感じるので、おそらくこれ 60g フォースに減ってるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと、テンションの方確認してみます。
でもですね、微妙ですね。65から70ぐらい。もうほんの少しですね、テンション柔らかいかなっていう感じはありますね。普通のスティックがこの重さなんで、そうですね。75g フォースの純根の重さよりは気持ち軽いかなっていうぐらいです。で、背面ボタンですね。背面ボタンはタクトスイッチかなっていうふうに思うんですが、結構ですね、押すと音が大きくします。カチカチというね、音がして、マイクロスイッチの方も音はしますね。ただ、スマートトリガーとスマートバンパーの方の音はそこまで大きくないですね。よく使うこの背面ボタンですね。これは相当音が大きいタクトスイッチになってます。なのでこの辺りですね、気になる方はいらっしゃるかもしれないですね。あとはこの背面ボタンかなりちっちゃいです。プロピックについている背面ボタンの標準的な位置だと思うんですが、やや私はね、これ背面ボタンの位置下かなっていうね、ちょっと下気味だなっていう風には感じますね。ちょっとこう普通に持つとですね、中指のギリギリ先でこう押す感じになって、こういう押し方になるんですね。どうしてもこう、ギュッと握り込んだ時に、この中指の関節付近で押すっていうよりかは、どうしてもこの丸いちっちゃな形状なんで、こう中指の先のね、指の先で押したくなっちゃうんで、ちょっとそのあたりがね、できたら背面ボタンはやっぱりですね、ちょっともうちょっと面積があった方が押しやすいかなとは思いました。使えなくはないんで全然ね、そこはいいんですけどね。この辺りは、カスタムコーンはね、こういうタイプのボタン多いんですけど、サードパーティ製のコントローラーの背面ボタンの方が押しやすいっていう風にはやっぱり思いますね。全体的には元々のデュアルセンスの出来っていうのがすごくいいっていうこともあってですね、ややコントローラーの大きさは感じるんですが、振動除去してるんで軽さっていうのもね、非常に軽く感じます。重さの方はですね、よいしょ。224.5g っていうとこですかね。はい。だいぶですね、元の純根の重さに比べたら軽くなるんで、完全に FPS ゲーム専用として考えるなら振動除去をね、しておいた方が良さそうですね。はい。というのがバトルビーバーカスタムのですね、純根カスタムコンの方になります。デュアルセンスエッジの方ですが、これ、左右ともにですね、マグネットメックスのモジュールに入れ替えを行いました。スティックの重さはおそらくさっきと同じなんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。そうですね。こっちはなぜか 75g フォースっていうことで、純根と同じ重さでしたね。この辺りはなんか理由があるのかな。そうですね。75g フォースぐらいに見えるな。もしかしたらですね、私このバトルビーバーカスタムのこのコントローラーの方結構使い込んだので、もうすでにですね、使い込んだので、若干これがね、スティックの重さ変わってるのかもしれないです。そしたら実際につなげてみていきたいと思います。はい、電波とテスターの方、まず深エンドチェックしていきたいんですが、センタリングの具合は悪くなさそうですかね。はい。上下左右ともに、左スティックはいいですが、右スティックはやや下気味かな。でも、これね、さすがに、しっかり調整した上で出荷されてるんで、センタリングとかですね。あとは深エンドの方もすごく良さそうかな。右スティックの方はちょっとギリギリすぎるんでね、こういう左上とかはね、しっかりと入力が深淵と比べてもできてない感じっていうのはありますね。はい。ただこの深淵度よりもですね、上下左右感度の方が重要かなと思いますので、そちらをね、後でしっかり見たいですね。同じようにデュアルセンスエッジの方のモジュールも見ていきたいんですが、これ左右ともにマグネットメックスで、センタリングが完璧だと思います。はい。もうこれは文句なく完璧ですね。これでドリフト起きたらちょっとびっくりなぐらいです。はい。で、こちらも左右見てみると、こっちの方が優秀ですね。デュアルセンスエッジのモジュールの方が、左右ともに深淵度
っていうところもね、かなり優秀な気がします。深淵具合は 35%、34% ぐらいで、マックス入力じゃなくなるっていうことで、普通の純高音よりかはちょっとね、四角形度合いは低め、より丸に近いような深淵度になってますね。はい、という感じです。はい、それでこちらが、バトルビーバーカスタムのマグネットメックスのスティックカーブになります。濃い黒色の方が X 軸の域で、オレンジ色が Y 軸の域ですね。それぞれ薄い方が戻りになってます。ですね、まあパッと見ですね、やっぱりこれ TMR のスティックなんですごく低感度に見えます。ただこっち側ですね、左に倒した方の Y 軸に関しては感度高めに見えますね。はい、で X 軸の方のリニアとの誤差のグラフがこちらになります。パッと見た感じですね、やや左方向の感度が高くて右側の方の感度が低いかなっていう感じなんですが、左右の感度差っていうところではですね、そうですね、ざっくり 10% ぐらいかなっていうところで、そこまで大きくはないような印象があります。行き戻りの感度差っていうのも少なめですね。やや右の方大きく出てますけど、かなり少なめで、行き戻りの感度差が多くてですね、戻りの感度が低い場合っていうのは特にですね、こう滑るような感覚っていうのがね、出てくるんですけど、それがないのですごく優秀なスティックだなっていうふうに思います。さすがバトルビーバーだなっていう感じのグラフだと思います。でリニア化の方はね、この Steam 入力の Steam インプット279って入れてやる形になってますね。Y 軸の方も含めるとこういうグラフになります。Y 軸の方が全体的に感度は高かったんですが、差はそこまで大きくないですかね。10% で10% ぐらいっていうことで、上方向っていうのが感度は高くて、下方向はやや感度が低いっていうことです。ただほとんどその差はなくて、実際触ってみるとそこまでこのね、感度差っていうのを感じ取ることっていうのは難しいぐらいでしたね。なので、このデュアルセンスのカスタムコンの方のスティックの感度っていうのは非常に優秀だったかなと思います。行き戻りの差もすごく小さくて、これは本当にね、いいスティックを使っているなっていうふうに思いました。どうしてもですね、リニア化を279でやるとですね、かなり感度は高めにね、出てしまうかなっていう印象があります。なので、Steam 入力のカスタム感度設定は278とかですね、ほんの少し下げてあげるのがですね、実際の、ゲームプレイでは良かったような印象があります。はい、それでこちらがですね、デュアルセンス H の方のスティック感度カーブになります。X 軸の方がですね、やっぱり低感度なんですが、Y 軸の方はですね、かなりリニアに近いようなんですね、感度だったかなと思います。ここに差が結構 X と Y でかなり差があるのでですね、このスティックに関してはですね、Y 軸が感度が高め、で、X 軸が感度が低めっていうことになってますね。X と Y でややですね、感度に差があるっていう結果になりました。リニア化も含めた全てのリニアとの誤差を表したグラフがこちらになりますね。スティックモジュールの方ですね、左右差本当に少なかったです。上下の差も少なくてですね、ものすごくですね、優秀でした。ただですね、ちょっと見ていただきたいのは Y 軸の方ですね、行き戻りの誤差っていうのが結構あるので、Y 軸に関してはやや滑るっていう感覚が出てくるかもしれないです。あとはですね、X 軸と Y 軸で感度差が結構あるっていうことですね。こちら、だいたい 20% 強ぐらいですかね。感度差が出ているのでですね、こちら特に Apex のリコイルですね、ネメシスとかカービィのリコイルをやってみるとね、分かりやすいんですが、Y 軸すごく繊細で、左右の方のリコイルはかなり強めにやってあげなきゃいけないっていうような特性のあるスティックでしたね。で、リニア化に関しては Steam 入力の方でカスタムカードカーブ277っていう設定をしてあげるとかなりリニアに近づくかなと思います。X 方向の行きを合わせるので Y 軸の方は若干ですね、このぐらいかな 10% ぐらいの、高感度にはなってしまうんですが、この設定がねすごく扱いやすかったです。はい、というわけでですね、せっかくなんでちょっとこのねスティックモジュールの方を分解していってみようかなと思います。おっと、プレイステーション5が起動してしまったんですが、こうね、外してあげるとですね、まず裏面に3つのネジがありますと。なんでこれを外していってあげます。3つのネジを外すと、自然と外れてきますね。はい。はい、外れました。これは、
ああ、なるほどね。はい。ですね、こちら面白い構造になってますね。はい、ケース側は、スティックの側はアルプスのままですということですね。センサーの部分だけをですね、別のモジュールに変えて TMR 化してるっていうものになってますね。左右の感度差が少なかったのはですね、もともとあるこのスティックモジュールの基板ですね、これにハンダ付けされた状態をそのまま使ってハンダをね変えてないので、かなりですねしっかりと上下左右のね、位置合わせっていうのがうまくいってるっていうことですね。で、ここのねセンサーだけを変えてるってことで、センサーだけを見たいんですけど、はい、センサー部分こんな感じになってます。普通のねアルプス製のポテンショメーターと同じような黒いですねものがついてました。これですね非常に面白いですね。これは既存のスティックモジュールにはない、構造になってるような気がしますね。はい、でこの黒いところを外すとですねこのような、はい、磁石が入ってました。磁石が上側についてたんで、ちょっとですね、センサーは見当たらないんですけど、ここにあるのかな、この裏側なのか、ちょっとね、わからないんですが、ここに、上側についているっぽいですね。なんで、この上側のね、中に入っているのかもしれないです。こういう形のね、モジュールになってました。なんで、このスティックモジュールのこの TMR センサーっていうのは結構今まで見たことない形をしているかなっていうふうに思いますね。せっかくなんでね、カスタムコントローラーの方も分解して中身見ていきたいと思います。はい、外れました。ここに、バックボタン用の血線がつながっているので、これを断線しないようにした方がいいですね。オーダーナンバーとかが書かれて、バッテリーが接着されてますね。この時点で、なるほどね。こういう仕組みか。ここのですね、バッテリー裏のネジを外すとですね、浮いてくるはずなんですが、なんかですね、ワトルビーバーカスタムのコントローラーの作りはですね、非常に手作り感がすごい強いですね。ここのこの、こういうね、なんて言うんですかね、こうグルーガンとかでね、留めたような感じの作りとか、ここもグルーガンで留めてるような感じですね。バッテリー、振動除去してもですね、ややここが削られて、ここが折られて割られてるかなっていう感じはあるんですけど、ここのケース自体はほとんど残っているっていう感じで、全体的にかなり、職人系な感じがします。はい。この辺り中身の作りの良さはボイドさんのカスタムコントローラーの方が良かった気がしますね、正直。そんな気はします。ただここはねちょっと別のなんかパーツがついてるんですね。ここがね、普通はこんな、パーツついてないんですけど、こういうなんか何製かな、これ金属製かな、なんかちょっとわかんないですけど、マイクロスイッチ部分は別のパーツがついてたり、基本配線の補強のためにこういうグルーガン使ってるっていう感じなのかもしれないですね。でね、このフロントパネル外してみたいんですが、かなり血線がしっかりくっついててですね、これ、フロント見るのが難しいです。ただ、これだけ見てももうわかるかなと思いますね。デュアルセンスエッジの方のスティックモジュールと同じようなね、側はアルプス製のスティックモジュールをそのまま使って、センサー部分だけをですね、別の TMR のモジュールに交換して乾燥してあるっていう感じのスティックモジュールが見て取れます。なんで、基本的には、デュアルセンスエッジのスティックモジュールと同じものが使われてそうですね。はい。ちょっとこれ以上やると完全に断線しそうなんで、やめておきます。実はね、これ結構ですね、私もApex で使ってきてですね、めちゃめちゃ気に入っててですね、こちらのコントローラーをメインに使っていきたいなと思っているので、普通に壊したくないんですよね。はい。ここにもね、L1、R1 のボタンの方にもちょっとこういうプラスチックのパーツが付けられてて、これでかさ増しされてですね、マイクロスイッチボタンを押せるようになってますね。バトルビーバーカスタムは結構手作り感があって意外でした。もっとね、
綺麗な作りをしているのかと思ったら、やっぱりちょっとアメリカっぽい作りですかね。意外とこう作ったものを突き詰めてね、どんどん改善していくっていうよりかは、あと最初に作ったやり方をそのまま踏襲しているような感じっていうのがありますね。はい、全部元通りになって、動作確認っていうのもよいしょできたので OK かな。はい、そしたらですね、実際ゲームプレイの方やっていきたいと思うんですが、まずは射撃訓練場でですね、それぞれのデフォルト感度での操作感っていうのを見ていきたいと思います。はい、まず射撃訓練場に来てですね、デュアルセンスの方のカスタムコーンですね、こちらを試していきたいんですが、やっぱりドリフトは若干右下とか下方向にあるかなって感じですけど、かなり少なめでいいんじゃないかなと思います。まあ感度もねちょっと低めっていうことはあるんですが、左右の感度をまずはチェックしていきたいと思います。どうかな。割とですね、まあちょっとね気持ち左右感度やっぱり低いかなっていう気はするんですけど、デフォルトでも結構扱いやすいかなっていう気はしますね。まあまあまあかなりねやっぱ低感度度合いっていうのは感じるんですけど、全然上がっていける。アップグレードを選んだよ。友達じゃない人にたくさん怖がってもらえるといいな。最大レベルってすごいな。そうですね、まあ左右の方はね、かなり今までの TMR スティックと比べるとですね、低感度度合いっていうのは控えめになってるかなとは思います。ちょっとフリークをつけてもやってみようかな。そうですね。この低感度度合いだったら全然使っていけるっていう人も多そうな感じはします。じゃあちょっと上下見るためにリコイルをやってみたいと思いますね。はい。やっぱり上下の方も、重通勤に関してはやや低感度って感じですけど、まあこれはそのままねデフォルトでも使えなくはないかなって感じがします。上下左右の感覚っていうのはやっぱりグラフで見た通りですね、非常に純根の普通の純根のリニアな感度と比べてそんなに上下左右でなんか比率が変わってるって感じはしないですね。左右両方ともマグネットメックになってるデュアルセンスエッジですね。こちらで見ていきたいと思います。こちらは結構上に今度はドリフトしてるかなって感じですが、この辺りはね、バトルビーバーなんでデュアルショックキャリブレーション API の方でセンタリング自体はね、調整できるんですけど、まあ一旦これでやってみましょう。感覚的にはですね、ほとんどデュアルショックのカスタムコンと変わらないですね。ちょっと低感度気味かなっていう感じはあります。低感度度合いっていうのはちょっとこっちの方が強いですかね、左右に関しては。そうですね、そんな感じはあります。はい。じゃあちょっと上下見ていきます。なるほど。これあれですね。やっぱり全然感覚違いますね。上下の感覚はだいぶ違ってて、これむずいな。左右はかなり大きめにリコイルしないといけないんですけど、上下はそこまでリコイル幅大きくなくていいですね。これはむずい。はい、リニア化設定に関してはですね、Apex Legends のこのマークからスチーム入力を有効にするからですね、レイアウト編集のジョイスティックで右ジョイスティック動作からですね、
このスティックカーブをカスタムですね。はい、デュアルセンスのカスタム項に関しては279なんですが、私好みで278って設定します。ほんの少し低感度差を残した方が当てやすいかなって気がしますね。278を左右両方ともですね、右と左の方を設定してあげますということで、これで完了ですね。そしたらこれでもう一回、やってみます。もう全然違いますね。はい。なんか全然リコイルは集中機の低感度差っていうのは全く感じなくなりました。これなら普通にいつも通りの感覚でリコイルができるかなって感じですね。はい、すごくやりやすいです。やや中立付近だけは感高いかなっていう気は278でもねしますけど、どうでしょう。ほんの少しですね、感度は高い気がしたんですけど、なんとかですね、操作しきれる範囲なんじゃないかなっていう気がします。ちょっと左右の方も見ていきます。そうですね。ちょっと1000発ぐらい撃ったんですが、この感度で、左右ですね、若干遅さっていうのは特に近距離では、ちょっと感じることあるんですけど、中遠距離ですね、こういう距離っていうのは結構いい感じかなっていうふうに思うんで、このぐらいのね、中遠距離の方は、非常にいい感じの感度になったかなっていうんで、278とかね、279っていう、スチーム入力の感度設定してあげるのが非常にいいかなっていうふうに思います。左右の感度差、上下の感度差ほとんど感じないですね。ちょっと上下感度高いかなぐらいでですね、すごく扱いやすかったっていうのがこのデュアルセンスのカスタムコンの方のリニア化設定でした。続いてデュアルセンスエッジの方のリニア化設定ですね。こちらは277っていう設定になります。277ですね。これでちょっとやってみたいと思います。こっちの方がですね、左右の感度に関してはですね、非常に近いような気がしますね。277って設定で、カスタムコンの方だと、ちょっとね、左右、特に標識切りら辺ですね、近距離ちょっと感度が低いような感じっていうのがあったんですが、こっちの方がより順光に近い気がしますね。ちょっとリコイルも見ていきます。いいよ。はい、リコイルの方もすごくやりやすくなりましたね。ただやっぱりこっちはCPU のリコイル制御ちょっと大きめにしてあげなきゃいけないような感覚がやっぱりありますね。どっちが実行により近いかと言われるとすごく難しいです。こっちの方が縦感度は高いですけど、左右感度はこっちの方が合ってる気がして、カスタムコの方は全体的に中立付近がちょっと感度高いですが、倒し切りちょっと感度が低いみたいな感じでね。どっちがどっちなんだろうって感じですけど、いやこっちも強いな。いやどっちもいいですね。正直ですね、マグネトメックのこのバトルフィーバーのこのマグネトメックに関しては相当ですね良かった気が個人的にはしますね。はい、実際のゲームプレイの方も見ていきたいんですが、
バトルビーバーカスタムのコントローラーの方ですね、もう文句なく良かったです。いつも通り救急はかなり当てていくことができましたし、遠距離とかもね、中立付近ちょっと高感度気味っていうことなんですが、その程度が結構低くてというかですね、あんまり気にならなかったですね。十分遠距離も当てていけますし、こういうね、ちょっと中距離気味の、ボルトのエイムとかも問題なくできましたし、めちゃくちゃ戦いやすかったです。リニア化してしまえばなんか気になるところっていうのが全くなくてですね、思い通りに操作できる感じがあったんですよね。ウィングマンのフリックエイムとかもしっかり当たってくれたんで、これはいいコントローラーを見つけたなっていう感じでね、なんで私はもうこのコントローラーメインで使っていこうかなっていう風に思ってる感じですね。いやー、5万円弱ねかけて全く使えなかったらどうしようって本当思ってたんですけど、本当に良かったなっていう感じですね。まあ金額はねさておきですね、普通に評価高かったコントローラーというかスティックですね、そんな風に、思ってます。スティック以外の部分ももちろんですね、非常にいいです。トリガーですね、スマートトリガーなんていうのはですね、さすがバトルビーバーだなっていう感じで、プロ仕様のですね、めちゃくちゃ、ストロークの短いボタンということで、やってて本当に楽しかったですね。快適そのものだと思います。背面ボタンはね、ちょっと慣れるまで時間かかりました。やっぱりちょっとねボタンがちっちゃすぎるっていうところはあってですね、ちょっと最初の方はうまくですねしゃがみボタンをね、結構こう戦闘中とかに押したりすることもあると思うんですけど、そういうところが押しづらいっていう感覚っていうのがあってですね、それは結構微妙だなって感じたところでした。ただまあ慣れてしまえばなんとかね、普通に使えるかなっていう感じです。で、デュアルセンスエッジの方のモジュールに変わったんですが、こちらもですね実際 APEX をプレイしている感じではですね、まあ縦感度が、ちょっとね高いっていうのは実際感じましたけど、まあなんとかなるレベルかなっていう感じがありました。まあ、ここも慣れの問題なのかなっていうところですね。こちらも普通にスティックとしてはね、満足できるようなものになってるんじゃないかなと思います。はい、場面変わってコールオブデューティーブラックオプス6なんですが、バトルビーバーカスタムコントローラーの方に関してはですね、フリークなしで、なおかつスチーム入力のカスタムカードカーブを279ですね、リニア化設定でおすすめしている方の設定で、遊んでました。APEX の方は278でね、遊んでたんですが、こちら279だとですね、かなり、遊びやすくてね、非常に運もあって、いい感じに、遊ぶことができました。本当にですね、TMR スティックとは思えないようなね、感覚で普通にですね楽しむことができて、このスティックは本当にいいなっていう風に改めてね、コールオブデューティーでも感じた感じですね。まあ、ようやくというかですね、ちょっとずつ慣れてきて、私も5キル以上とかですね出せるようになってきたかなっていうところなんですけど、なかなかコールオブデューティーは難しいですね。こう差が出るところが少ないっていうかね、本当に、反応速度みたいなのが一番私苦手なんですけど結構苦手な方の FPS かなって思うんですけど、ようやくちょっとずつね戦えるようになってきたかなっていう感じがあります。はい、コントローラー変わってデュアルセンスエッジの方でも遊んできましたが、こちらはですね縦感度とかはそこまで気にならなくてですね、普通にスチーム入力のカスタム感度カーブ277っていう設定でですね普通に遊んでました。これであればですね順光の代わりにねアルプスティックの代わりになるんじゃないかなっていうぐらいに非常に使いやすいスティックだったと思います。すごくですねこのスティックは良かったように思います。こういうところがやっぱすごいなバトルビーバーっていう風にね、改めて感じさせられましたね。現状ちょっと売り切れてるみたいなんですけど、またね在庫復活したらデュアルセンスエッジをお持ちの方はね全然、購入してみてもいいんじゃないかなっていうかね、普通に私はねおすすめしたくなるそんなスティックだったと思います。もちろんねバトルビーバーカスタムコントローラーにマグネットメックをつけるっていうねそういうのもおすすめです。
もちろんこれは PC に限った話でね、どうしてもね PS5 で、遊ばれるっていう方にはちょっとねまだおすすめはできないかなっていう風なところはねちょっと残念だったかなと思いますね。できたらですねリニア化設定をせずにですね、このレベルのですねスティックが使えたらいいのになっていう風に思いましたね。でもこれだけのスティックがね TMR でも実現できるっていうことはですね、そうそう遠くない、近いね時期にですね、リニアでかつあまりですね上下左右や、行き戻りの感度差がないスティックっていうのも出てくるんじゃないかなっていうふうに、思えてね、すごく、期待が持てるスティックだったかなと思います。はい、以上ですね、バトルビーバーのマグネトメックスについてレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。いや、予想外に良かったっていうのが正直なところですね。両者ですね、30% から 40% ぐらい左右でですね、デフォルトだと低感度ではあったんですが、リニア化してあげるとですね、かなり、特にこっちですかね、上下左右の感度差がすごく小さくて扱いやすかった印象がありました。デュアルセンスエッジに関してはちょっと上下が左右よりも感度高めかなっていう感じはしたんですが、それはそれで慣れればねすごく強そうな印象がありましたね。43リニアで使ってる方はいいかなっていうふうに思います。41リニアを使われてる方にはちょっとね、上下感度が高いっていうのはあまり合わないかもしれないですね。左右の感度差と行きと戻りの感度差っていうのがすごく少ないですね。マグネトメックスっていうねこのスティックモジュールはですね非常に今出てる TMR スティックモジュールの中ではかなりレベルの高いスティックモジュールだったかなと思います。デフォルト低感度っていうところはやっぱりバトルビーバーでも変わらなかったということでですね、そのあたりがね解消されているスティックっていうのもすでに登場していますので、そのあたりのね、検証っていうのもまたね、近いうちに、やっていきたいかなというふうに思います。もしよかったらですね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。